新年明けましておめでとうございます。おばさんパックパッカーの愛色70です。昨年はいつかできたらいいなと思っていた世界一周旅行ができて、で私の作った動画に対してたくさんのいいねやコメントをいただいて、とても感謝しております。動画上ではまだ旅の途中なんですが、去年世界一周の旅を11月の初旬に終えたんですけど、その後自分の心境や環境に変化があって、それに伴い2026年今年をどのようにしていくかということを考えて決定したことがあるので、お知らせするとともに、去年いただいた質問、この質問もたくさんいただいて本当に感謝しております。その質問もいくつか答えることができるので、ちょっとややこしいんですけれども、2026年どうしていくかということと、質問を同時進行で進めていこうと思ってます。全部ちょっと返答することできないんですけど、なるべく早くお返事しようと思ってますので、待っていただけたら嬉しく思います。そしてこの動画の、タイトルだけを見て見始めてくださった方には、いつ不要な話始まるねんっていう感じなんですけど、私の好きな、旅と YouTube というお話をするとともに進めていくので、ちょっと待っていただけると嬉しいです。まずね、私は旅が好きな現在52歳で3人の子供がいる、関西在住の女性なんですが、旅を考えて実行していくには3つのことが欠かせないと思ってるんです。3つのこと、それは何だと思いますか？私が考えたこの3つの大事なことっていうのは、気力、体力、お金です。で、これを、仮にこの3つですね、気力、体力、お金を旅の原動力と呼ぼうと思っています。若い時は体力のことはあまり考えなくても旅に出れるんですけど、50を超えてから旅に出ようと思ったら、この3つですねが揃わないと旅に出ることってちょっと難しいんじゃないかなと思ってます。私にとって2025年の12月っていうのは、この気力、体力、お金のうち3つ目のお金のことをもう考えざるを得ない状況に入ってしまったんです。それは何かというと、たくさんの方に YouTube を見ていただいたおかげで、私の収益が増えて、夫の第3号被保険者でちょっと入れなくなってしまいました。これで入れなくなったし、どうしようかなということを12月もすごく考えた月やったんです。極端にもうドンと増えたら、何も考えずに第1号被保険者ですね、国民年金と国民健康保険に入ればいいんですけど、なんかもう微妙なラインなんです。市役所で計算してもらったんです。国保と年金合わせて一月3万以上を納めないとダメだということになったんです。年間で計算したら36万以上になるっていうことで、と思って、目の前に突きつけられた数字に収入を年間330万に抑えて第3号被保険者で居続ける方が賢い選択なのかなと思ったんです。どうするかっていう選択肢がまず3つ浮かびました。まず1つ目っていうのは YouTube の発信を減らす。2つ目、レジパートの仕事を辞める。3つ目が第3号被保険者から第1号被保険者になってパートも YouTube も続けるっていう、もう3つの選択肢が浮かんだんです、自分の中で。で、どれにしようって考えた時に気づきがあったことが、それぞれが私のさっき言った旅の原動力ですね、気力、体力、お金につながっていることに気づいたので、どんな過程を経てどの選択をしたのかっていうのをちょっとお話ししようと思います。まず1番目の YouTube の発信を減らすっていうことなんですが、これが私の旅の原動力の気力とお金につながっているっていうことで、ちょっと選ぶことはできないなって思ったんです。で、ちょっとここで話は変わりますが、実は私は去年世界一周をしたことよりも
もっと感動することが自分の中で起きたんです。で、それは何かというと、ゼロから始めた YouTube でお金を得ることができたっていうことなんです。52年間本当にいろんな職種についていろんな仕事をしたんですけど、この仕事が楽しいとかやりがいを感じたことって本当に一回もなくて、お金は時給や月給として会社や経営者から給料としてもらうものだと思って52年間生きてきたんです。でも旅をして撮影して編集して YouTube にアップすると再生回数で収益が発生します。お金は自分でも生み出せるものということを知ったことは本当に目から鱗が取れる気持ちでした。でまたありがたいことに私の動画に反応してくださる方がいて、いいねとかコメントもらえたことも動画を作る上で私のモチベーションにつながっていました。旅をする、撮影する、編集する、動画を上げる、収入を得る、またそのお金で旅に出るっていうサイクルになってるんですけど、この方法が持続可能であればこの先どういった世界が見えるのかなっていう、興味が湧いてきたんです。例えば2026年週1本のペースで動画を上げることができたらどうなるんやろうっていう興味も出てきて、週1本上げるんやったら1年で52本の動画を作ることになるんですけど、52本にできるだけ近づく数字っていうのを目指そうっていう決意をしたんです。それでね、ひょっとして別に何も変わらないかもしれないんですけど、今年は週1のペースで何か旅に関する動画を上げれたらいいなと思ってます。肝心の中身なんですけど、その旅をしないと動画もできないし、どんな旅をするかっていうことです。お金のことも考えながら今年のカレンダーを見て、現在計画中なんですが、週1本動画を上げる旅をするならだいたい20日間の旅を年間3回できたらいいなと思っていて、ざっくりした予算は、航空券を省いて40万か50万で考えてます。去年世界一周の旅を終えた時にまたちょっと世界一周したいなとも思ったんですけど、次にもし行くんやったらもう4分割せずに1年ぐらいゆっくり時間をかけて行った方がすごい素晴らしい旅になるんやろうなっていうことを感じました。世界一周が終わり今動画アップしたんですけど、韓国のソウルへ2泊3日で行って、あと今現在2月に友達とベトナムに行く予定があります。反対に、なくなった旅の予定っていうのもあるんですが、去年夫がロサンゼルスにドジャースの試合を見に行きたいと言って、4月に計画していたんです。でも、夫の仕事が忙しいっていうことでこれはなくなりました。あと行った中でまた行きたいなって思っている国ベスト3は今の時点でメキシコ、フランス、スイスです。でこれはなぜかというと、メキシコはこれから動画を上げるんですが、死者の日に合わせて行ったんです。リメンバーミーっていう有名な映画があるんですけど、良いことはそれがあったんですけど、もう悪い面もでもあって、もうメキシコシティの空気が悪いし、交通機関がもう謎すぎてコテンパンにやられたっていうかちょっと大変やったんですけど、でもいいとこ悪いとこひっくるめてもなんかまた行ってみたいなっていう気持ちがあって、今年メキシコでサッカーのワールドカップがあるんですけど、それには行かずその後にちょっと行ってみたいです。街って変わったのかなっていうところに興味があります。でフランスは去年一昨年ですね、パリに行ったんですけど、私の行った時すごい寒くって、これもオリンピックが絡んでたので普段入れるところに入れなかったりしたし、普段のパリっていうのをちょっと見てみたいなと思います。天気のいいパリで、エッフェル塔の下でピクニックシート広げてサンドイッチ食べたいです
で最後にスイスなんですが、これはチューリヒに1泊しかしなかったんですが、なんか私の中ですごい印象がよくって、もう街とか、人も自然なんかすごい洗練された雰囲気やったんです。スイスって小さい資源のない国やのに、なんでそんなことができるんやろうっていうちょっと謎というか疑問があって、例えば、違う街に行ったり、長く過ごしてみたらなんか新たな発見があるのかなって思って、スイスに注目しています。質問関連ですごいこれ面白いなって思ったものがあって、チャンネル登録、高評価よろしく的なことは動画内でおっしゃってないと思いますが、あえてそういうことを言わないようにしているのでしょうかっていう質問をいただいて、これはもう言わないというか、なんか言えないっていうのが正しいんです。でも実は私の今まで109本動画作ったんですけど、1本だけ言ってる動画があるんです。それは何でかというと、当時作った時にパート先のアルバイトの子がちょっと一回言ってみたら登録者増えるん違いますかみたいなことを言ったんで、じゃあ言ってみよう思ってこれは1回言ってるんですでも登録者さんが増えることは本当に単純に嬉しくって、 YouTube を始めた時4年やってみたらなんか形になるんかなって思いながらやり続けてたし、さっきの話とちょっと重なるんですけど、登録者さんが1万人になったらどんな世界が広がってるのかなっていう興味があります。1万人になっても何も変わらないかもしれないんですけど、それを知ることができる自分はすごい幸運に恵まれてるなと思ってます。登録者さんが1万人超えたら、記念に生配信できたらいいなとか思ったり、やり方がよくわからないんですけど、オフ会も段取りをつけて開催することができたらいいなと思ってます。話がちょっと大きくそれてるんですけど、選択肢の話に戻ります。2個目の選択肢はレジのパートを辞めて、収入を減らすっていうことを考えたんですけど、このレジのパートの仕事っていうのは私の体力とお金に大きく関わってるんです。私の1週間のスケジュールってこんな感じなんですけど、週に3日量販店のレジスタッフとしてパートの仕事をしてるんです。ちなみに動画は休みの日に作っているので、編集して YouTube の上に上げて、あと字幕整理してサムネつけたらだいたい3日かかります。時間にするとだいたい30時間ぐらいで、この速度だんだん速くなってきてるんですけど、始めた当初はほんまに1本アップするのに 2,3 週間かかってました。もしもねこのパートの仕事を辞めるとしたら、収入は抑えることができるんですけど、私の健康に影響するなと思ったんです。でなぜかというと、私はこのパートの仕事に行くのに片道5キロあるんですけど、徒歩で行ってるんです。だから往復にすると1日10キロ歩くんで、時間にすると片道だいたい50分、1キロを10分で歩く速度ですね。その歩く以外にこれといった運動っていうのはしてなくて、このパートをやめたらその運動する機会をなくしてしまうんです。編集してたらほんまに座りっぱなしになるんで、体に影響するなと思ってやめるのはないなって思ったんですね。私は旅を続ける限りもうバックパックで行こうと思ってるので、おばさんバックパッカーから、おばあさんバックパッカーになれたらいいなって思ってます。例えばもう重さに耐えられなくなってきたらキャリーケースとかいう選択もあるんですけど、運ぶ方法を変えるのではなくて、例えば旅行の期間を短くして荷物を少なくしたり、滞在型にするとか、軽い荷物で済むような方法を考えていくと思います。であと未来には今で使ってるものっていうのを多分どんどん軽く小さくなっていくんかなって思ってるので、おばあさんバックパッカーを目指そうと思います。
職場の話に戻すんですけれども、職場にはもう慣れ親しんだ同僚や、上司ですね、あと、可愛い若いアルバイトの子たちがいて、チームでこう動くっていうことが家で過ごしてるだけではもう、わからないお金を稼ぐ方法っていうのがあるし、私が初めて YouTube に動画を上げた時に、職場のみんなに登録者になってもうて、だから職場の人は動画アップすると、見たよとか声かけてくれたりするんですけど、家族はきっと登録してるけどなんか見てないような気がします。きっとなんか他に楽しい動画があるみたいなんでそれを見てると思ってます。で、友達は見てくれてるので、たまにこう会うと、私はすごい久しぶりと思うんですけど、もう彼女たちは動画で見てるからあまり久しぶりと思わないっていう風に言われます。でもこうパートで働くと休みが取りにくいっていう、問題が出てくることも日本の場合多々あるかと思うんですけど、それってほんまに私は悪い日本の労働習慣やと思うんですから、そういう同調圧力をなるべく感じなくて済むように過ごしていこうと思ってます。私がその同調圧力を感じると周りの人にこう伝播するんじゃないかなって思っちゃうんで、誰かがこうさらっと始めることによって私もそうしたいと思ってたっていう風に休みが取りづらい職場の雰囲気って変わっていくんじゃないかなと思ってます。ここでお金のことをついでにお話しすると、世界一周の予算はもうできていて、決算報告の動画は、来月あたりになると思います。この費用は2024年までに貯めていた貯蓄と、2025年の収入で賄ってるんですけど、私の場合世界一周を4回に分けたので、こうデメリットはこの日本へこう往復する3回分の航空券が余計に必要になるんですけど、メリットはこう帰ってくるたびに、働いて収入を得ることができる。世界一周の目標金額に達してなくてもスタートすることができたっていうのがメリットやと思います。で、普段の生活で節約していることは、外食をしないことです。買い物は週1回にして、その月にいくら食費にかかってるかっていうことを見えやすくしてます。そのため家族で外食するのは多分年に 1,2 回やと思います。買い物は現金を使わずに全てカードで決済します。市内に品が良くて安いっていうすごいいいスーパーがあるんですけど、そこは現金払いオンリーなので利用しないほどカード払いに徹底してますそのカードは、2枚持ってるんですけど、2024年に一昨年ですね、アナのアメックスのゴールドカードと、JAL のゴールドカードに入会して、ボーナスマイルを手に入れたんですけど、アメックスのゴールドカードが年会費が結構高くて、ちょっと今年更新しようかどうかちょっと今考えてます。その点 JAL のゴールドカードはアメックスよりお得感のある年会費で海外旅行の保険もカバーしてくれるので、気に入って使ってます。これでまた本題に戻るんですけど、私が2026年を迎えるにあたって考えていた3つの選択肢のうち何を選んだかっていうのはもうここまでお話ししたら明確だと思います。第3号被保険者でいるために、1番の YouTube の発信を減らすのではなく、2番のレジパートの仕事を辞めるのでなく、3番の第3号被保険者から第1号被保険者になってパートも YouTube も続けることっていうのを選んだんです。だから夫の扶養から2026年は外れてお仕事をすることにしました。
長くなりましたが、最後にまとめとしてこの質問に答えることができると思います。旅に出たくても体力気力が足りなく、なかなか実行に移せません。体力気力はどうやって培われていますかなんですが、私の考える旅の原動力っていうのは、最初に言ったように体力気力お金なんです。この3つがないと、50代以上で旅を継続していくのって難しいと思うんですけど、3つを養って育てていく、着火剤みたいなもんは、ほんの少しの勇気と好奇心だと思うんです。気力体力お金を全て満タンにしてから実行に移すのではなくて、例えば隣町への日帰り旅行とか、一泊旅行でもいいと思うんですけど、例えば一人でホテルに泊まったらどうなるんやろうっていう好奇心とか、ホテルを予約する、ほんの少しの勇気があれば実行に移せるんで、その1泊2日の旅をして駅を移動するだけでもしんどかったなって思ったら、じゃあ私には体力が足りないし歩いてみようかっていう選択になると思うし、夜一人で過ごすの寂しかったなって思ったら、お友達とか家族で行く旅を次考えたらいいと思うので、小さなことでいいので一度勇気を出して行動してみてくださいっていうのが、私のアドバイスです。その後どうしたらいいのか考えたら、気力や体力っていうのは一緒についてくると思うんです。で、私の動画に以前失敗という言葉はなく全てが経験だというコメントをくださった方がいらっしゃったんですが、もう本当にその通りだと思うんです。だから私も2026年いろんなことを経験して、体力と気力とお金を育てていこうと思います。今日はお付き合いありがとうございました。では次の旅でお会いしましょう。